this area. 皆さんこんにちは、ゆりこです。最近すごい暑い日が続いていて、朝の8時半でももうすでに汗をかいています。今日は最近買ったファンと日傘を常備して、江ノ島にある神秘的な洞窟に行きたいと思います。いつものように長谷駅へと向かいます。電車に乗るときはスイカをタッチ。6月の終わりにもかかわらず、もうすでに真夏のような天気。江ノ電が来るのを5分ほど待ちたいと思います。鎌倉駅行きの電車は1997年に製造されたレトロ電車。この502番は2008年に製造されたもの。長谷駅でいつもたくさんの人がおります。そのおかげでだいたい座れることが多いです。さあ、電車の旅が始まります。今まで皆さんを腰越駅までしかお連れしたことがなかったので、今日はそのさらに奥にある江ノ島駅に行きましょう。あ、御霊神社。そして江ノ電で唯一のトンネルに入っていきます。極楽寺でございます。お出口は左側です。Where are you from? You're from Denmark? Copenhagen? And you? Oh, I live here. You live here? That's beautiful. Yeah. You're popular, but this area is really beautiful. It's really beautiful. I've never seen the... Oh, it's really amazing. Oh, thank you so much. It's so beautiful. It's so different and very charming. ここでデンマークから来た外国人の方とランダムな会話が始まりました。Yeah. I have recommendation. Okay. So En here? En here? Ja, hun kommer her fra byen, og YouTuber, og kender et sted, hvis vi morgen. actually here Yes. called Yoridokoro. Yes. From the station, just 2 minutes. 2 minutes from the station from here? Yeah, from here. So we have to leave here? Yeah, but おすすめの朝食の場所を紹介した後、お互いの連絡先を交換しました。意外にも観光客の人とランダムに知り合うことはそこまで多くないので、とても嬉しい。旅は続きます。この景色は江ノ電の中でかなり好きな景色。遠くに見える島が江ノ島です。今日はその江ノ島に行きたいと思います。ここはいつものスイッチスポット。ランデンとのコラボ電車が走っています。鎌倉高校前でございます。オレンジは右側です。一番
江ノ電から見える海の景色はいつ見ても感動する。ちょっと変だけどアニメを見ているような感覚。そして最前列で見る景色は電車の操縦ゲームをしているような気分。まもなく腰越でございます。人生で一度でいいから電車を操縦してみたい。腰越駅の次は江ノ島駅です。ここは唯一の路面区間。江ノ電で一番急なカーブと呼ばれている場所を走り抜けていきます。電車とホームの間が広く空いているところがありますので、お降りの際は足元にご注意ください。さあ、駅に着いたので降りていきましょう。こちらは江ノ電で有名なモデルのすずめさんたち。江ノ電にバイバイも忘れずに。この小道はたくさんの飲食店が並んでるけど、ここで食べると後で後悔するかも。それはここの飲食店がどうこうというより、江ノ島内にたくさんの素敵な場所があるので、少し我慢した方がいいという意味。さて、今日は江ノ島内にある洞窟に行く予定ですが、実は江ノ島には洞窟の他にたくさんの素敵な場所があります。ヨットハーバーでちょっとしたクルージングを楽しんだり、江ノ島水族館で可愛い魚たちを見ることができます。子供の頃、年間パスポートを持っていたくらい江ノ水が大好きでしたが、もう7年以上行っていないかもしれませんね。また別の機会に皆さんをお連れしますね。さて、ようやく島の入り口までやってきました。さて、この聖堂の鳥居は1747年に創造されたもので、現在のものは1821年に再建されたそう。約200年の間、潮風を受けながらその姿をとどめています。この江ノ島は先ほど鳥居があったように島全体が御神域とされ、江ノ島神社と呼ばれています。御祭神は天照大神がスサノオノミコトと誓約された時に生まれた神様で、三姉妹の女神様。奥津宮の田切姫の命、中津宮の市来島姫の命、辺津宮の多木津姫の命、人々はこの三女神を江ノ島大神と呼んでいきました。話はそれますが、江ノ島は鎌倉で一番階段の多いスポットの一つです。さて、この江ノ島神社は古くは江ノ島明神と呼ばれていましたが、神仏集合によって弁財天女とされ、
江ノ島弁財天として信仰されるに至り、海の神、水の神の他に幸福、財宝を招き、芸道上達の功徳を持つ神として今日まで信仰されてきました。今日はもう暑すぎて笑顔がありませんね。さあ、最初の女神がご祭神となっている辺津宮に着きましたね。そしてその境内の中にあるお堂宝安殿には、へっぴ弁財天と日本三大弁財天の一つとして有名な裸弁財天、妙音弁財天が安置されています。江戸時代にはこの江ノ島弁財天への信仰が集まり、江ノ島詣の人々で大変な賑わいを見せたそう。ここで亀を発見。階段が多く疲れてきたので少し休憩。亀が可愛くて癒されますね。実は江ノ島にはエスカレーターがあります。課金すれば使えますが、このチャンネルの経費を節約するために暑くても地道に登っていきましょう。でも階段で歩かないと見えない美しい景色もあります。ほら、素晴らしい景色が広がっていますね。海は広いな。目の前に見えるのが江ノ島ヨットハーバーです。中津宮に着きました。実は境内に水金窟があるようなので、少し覗いてみたいと思います。水金窟とは、日本庭園に設置される水滴の落ちる音を楽しむための装置のこと。地中に埋められた甕の中で水滴が反響し、琴のような音色を奏でることからこの名が付けられたそう。さて、実はこの江ノ島弁財天は日本三大弁財天と呼ばれており、安芸の宮島、近江の竹生島と並んで非常に熱い信仰を集めています。さて、この弁財天に関して、江ノ島にはこんな伝説があります。昔々、鎌倉の深沢の森の中に大きな湖があり、5つの頭を持つ五頭竜と呼ばれる竜が住んでいた。五頭竜は山を荒らしたり、洪水を起こしたり、電波を荒らすような悪い竜で、村人は五頭竜に対し、瞳悟空として泣く泣く子供を差し出し暮らしていた。そして
子供を瞳悟空として差し出した場所を人々は子供の死を超えるという意味で腰越と呼んだ。そんなある日、この一帯に大きな地震が起こり、10日間続いた後、天から黄金の光とともに美しい天女が現れた。天女弁財天は空から石を降らせ、海の上に新しい島を作り、そこに住んだ。一方、五頭竜は弁財天の美しさに一目惚れ、即会いに行き、求婚を申し出たものの、これまでの間、悪行で村人を苦しめ、幼き子の命を奪ってきた、そんなあなたと夫婦になることはできない。と告げ、弁財天は島の洞窟へ戻った。これにショックを受けた五頭竜は、翌日改めて島を訪れ、弁財天の前で改心を誓った。それを信じ、受け入れた弁財天は、五頭竜と夫婦になった。五頭竜は誓いに従い、村人に尽くし、やがて村人からも愛される存在となったのだ。しかし、村人のために体力を使い果たした五頭竜の命はやがて尽き果て、最後に五頭竜は、これからは山となってこの地を守りたいと告げ、永遠の眠りについたそうだ。五頭竜が死後、山になったと言われている場所は、江ノ島駅すぐ、龍光寺がある小高い山が龍の口、龍光山と言われています。さて、おとぎ話をしていたら、あっという間に奥津宮に着いてしまいましたね。ここは龍神様をお祭りしている渡津宮。ここでは子宝や安産のご利益があると言われています。実は北条政子も渡津宮で子宝祈願をして子供を授かったと言われています。さあ、これから江ノ島の最奥部にある洞窟に向かっていきましょう。江ノ島は本当にたくさんの階段があるので、自動販売機のための飲み物を運ぶのも大変そうですね。この景色はよく SNS で見たことがあるもの。さすがにまだ朝の9時過ぎなので人がいません。
死後が淵です。隆起現象で生まれた海色台地。富士山の向こうに沈む夕日の美しさで知られ、神奈川の景勝50選にも選ばれています。また、釣りの名所としても知られていて、多くの釣り好きが来るようです。目の前に広がる大自然の景色に圧倒されます。入場料500円を払っていきます。岩屋の中はひんやりしていて、少し気持ちがいい。その後の地殻変動のため、島全体が隆起し、現在のような姿となりました。岩屋は第一岩屋と第二岩屋の2つの洞窟でできており、洞窟内の天井には葉山断層を見ることができます。海食堂としてこれだけの規模のものは大変。さて、江ノ島には先ほどの伝説の他にもう一つの伝説があります。昔々552年のある夜から10日間地面が揺れ続けた後、天女が15人の子供たちを連れて空から現れ、海の中に江ノ島を作ったと伝えられています。これは江ノ島縁起という古い記録に書かれていて、この時にこの岩屋に神様を祀ったのが江ノ島神社の始まりとされています。その後、700年頃に修行者の円の小角がこの洞窟で神様の力を感じ、ここを修行の聖地としました。弘法大師や日蓮など有名なお坊さんたちもここで修行をしてご神徳を仰いだと言われています。鎌倉時代には源頼朝が戦いに勝てるようにとこの神社に祈願し、8本の腕を持つ弁財天を祀りました。戦に勝ったことから戦いの神様として武士たちに人気になりました。でも、江戸時代に入り、戦がなくなると、芸術、音楽、知恵、お金の神様として信仰されるようになります。ここが552年に作られた
江ノ島神社。正直言うと、周りに誰もいないので、少し怖いです。このろうそくがあると、雰囲気がぐっと出ますね。500円の価値があります。さて、今のは第一岩屋で、第二岩屋もあるので見てみましょう。ちなみに岩屋の中の気温はとても涼しいです。7月7日に近かったので、七夕が飾ってありました。これは短冊と呼ばれるもので、願いを書くと織姫が叶えてくれると言われています。私もせっかくなのでお願い事を書いてみました。何を書いたかは内緒。笹にくくりつけていきます。日本には古くからたくさんのイベントがあります。日本の伝統的な文化でたくさんの節目を持っています。一番有名なのは24節気といって、一年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けた暦の区切り方。四季の変化がはっきりしている日本だからこそあるのかもしれません。第二岩屋には竜がいました。手を叩くと何かが起こると書いてあったので叩いています。周りに人がいないので本当にびっくりした。面白いですね。この岩屋が波の力でできたと考えるとすごいですね。岩屋は歴史もあってすごく面白いところなので、皆さんもぜひ行ってみてね。外に出ると暑さを思い出します。元来た道を戻るのはちょっと大変かも。そんな風に思いながら戻っていくと、弁天丸という船があり、江ノ島の入り口まで船で帰ることができそうです。もう階段を登りたくないので、課金するしかありません。船乗り場が見えてきました。料金は400円です。普通のタクシーよりも安く、良心的な値段です。左側のところでお待ちください。はい。影のとこ行って。ありがとうございます。日陰に案内してくれました。優しい。船がやってきましたね。
クルージングできると思っていなかったのでテンションが上がります。1月、2月、12月の平日を除いて毎日運航していますが、強風、高波、干潮などにより運航が危険な場合は途中で欠航になることもあるそう。お願いします。港にいるスタッフさんが手を振ってくれているのが嬉しいですね。江ノ島、ありがとう。稚児ヶ淵から6分で江ノ島の入り口まで着くと聞いていましたが、かなりのスピードです。向こう岸にも弁天丸が。ここで同じ船に乗っていた観光客の方に写真を撮ってほしいと頼まれました。別アングルからも心得ます。時々オーバーツーリズムや観光客の方の残念な行動がニュースになるけど、こうやって見ず知らずの人と関われることは面白いと思う。時々本当に嫌な気分になることもあるけど、それでも言葉の違う相手と心を通じ合えた時は嬉しい気持ちになる。さあ、船が到着したので下船していきます。どこに着くのか疑問に思っていましたが、江ノ島の橋の手前のところまで運んでくれました。さて、今の時刻は11時。お腹が空いたので何か食べたいけど、江ノ島駅周辺にはあまり朝食が食べられる場所がない。今日は皆さんを日本のデニーズに連れて行きます。子供の頃、数回来たことのある江ノ島のデニーズ。店内は広々としていて、席も空いています。11時半までモーニングが楽しめるらしいので頼んでいきます。注文はタッチパネルでしていきます。サニーサイドアップモーニング、コーヒー付きでなんと715円。注文が完了したので、ドリンクバーに飲み物を取りに行きます。2時間半ぶりのお水、体に染みるという表現がぴったり。さあ、フレンチトーストとプレートが来ました。美味しそう。醤油ってびっくりした人もいるかな。目玉焼きを食べるとき、塩、
醤油、ケチャップがあるけど、みんなは何をつけて食べるのが好き？私はぶっちゃけ塩と胡椒が好きだな。なんで醤油一択だったんだろうと小さな疑問を思いつつ、調べてみたらソースやケチャップももらえたみたい。醤油が好きそうに見えたのかも。シロップが危うくこぼれるところだった。デニッシュで作るフレンチトーストってどんな感じなんだろうと挑みます。ちょっと変だけど、まあこれもこれで美味しいかも。醤油つけてます。卵の黄身が。お皿の上で大洪水が起きてますね。次はもう洪水を起こさせない。715円にしては満足の朝食なのではないでしょうか。デニーズにたまに来たくなるからこれでよかった。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。鎌倉のツアーガイドのお問い合わせはメールにお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。